こんにちは、あやはれです。2024年初投稿かなり遅くなってしまいましたが、お正月明け最初に作り置きした冷凍弁当の作り方を紹介します。今回使う食材は鶏胸ひき肉、卵、さやいんげんの3つです。まずは玄米ご飯を用意します。脂肪に変わりにくい低 GI 食品の玄米ご飯。今回は発芽玄米を炊きます。普通の玄米やローカット玄米と比べると少し値段は高いけど、最も栄養価が高いのがこの発芽玄米です。2合入れて、無洗米なのであとは水を入れるだけ。水の量はメーカー推奨の量に従って作るのがおすすめですが、私はいつも白米のメモリプラス 0.5 で炊いています。少し柔らかめに炊いて、レンジ加熱した時にパサつかないように水の量を調整しています。鶏そぼろを作ります。鶏胸ひき肉 450g を用意します。まずは調味料をフライパンに直接入れる。醤油大さじ3、みりん大さじ2、酒大さじ2、甜菜糖大さじ1、軽く混ぜ合わせる。鶏ひき肉を入れて、調味料となじませてから中火で加熱します。鶏胸ひき肉は脂質が少なく、加熱するとパサつきやすいので、調味料を先になじませておくと味が染みやすくしっとり仕上がります。全体火が通ってある程度水分が飛んだら火を止めます。粗熱を取るため器に移して放置しておきます。フライパンをさっと洗ったら、次は炒り卵を作ります。卵を5つ用意します。卵をすべてフライパンに割り入れる。マヨネーズ大さじ1、よくかき混ぜる。マヨネーズは完全に混ざらなくても OK。 中火で加熱。フライパンが焦げやすい場合は油を先に引いてください。完成したら粗熱を取ります。さやいんげんを塩茹でします。さやいんげん 150g を用意。電気ケトルでお湯をたっぷり沸かしておきます。さやいんげんはさっと水洗いして塩を小さじ1/2振りかけて板ずりします。フライパンに熱湯を入れて中火にかける。沸騰したらさやいんげんを入れて1分半茹でます。火を止めて氷水に入れて冷ます。1センチ幅にカット。さやいんげんの代わりに前回紹介したほうれん草でも代用可能なので、お好きな方で作ってください。ご飯が炊けたら保存容器の底にご飯を詰める。私が使っている容器はジップロックの正方形、容量 700ml です。玄米2合を炊いて炊き上がり 700g、1食あたり約 140g です。すべての食材の粗熱が取れるまで一旦片付けをします。粗熱が取れたらご飯におかずをのせる。そぼろがたっぷりあるので、まずは下に仕込みます。盛り付けを一工夫。まずはキッチンペーパーで右半分を隠して左上に卵、下半分を隠して右上にさやいんげん、上半分を隠して右下に卵、最後に鶏そぼろ。4マスに分けてきれいに盛り付けたら完成。何度も動かすのが面倒だったら、上半分を盛り付けてから下半分を盛り付けてもきれいに盛れます。定番レシピだけど、盛り付け方を工夫するだけで飽きずに新鮮な気持ちで楽しめます。冷凍保存して2週間以内に食べます。食べるときは蓋を少しずらした状態でレンジ 600W で4分加熱。マグスープで不足しがちな食物繊維を補います。今日は青さの味噌汁。乾燥青さのり大さじ1、顆粒和風だし小さじ1/2、熱湯を 150ml 注ぐ。味噌小さじ1/2、溶かし入れたら完成。お腹が空いている時こそ先にスープを飲んで空腹を満たす。その後しっかり噛んでゆっくり食べるのが大切です。
職場に持っていく場合は保冷剤を入れて冷凍のまま持っていきます。職場にレンジがない場合は朝レンジで加熱して粗熱を取ってから持っていく。この場合はご飯とおかずは別々で冷凍した方が朝粗熱を取る時間が短縮できます。このレシピが美味しそうだなと思ったらぜひ作ってみてください。ダイエットと食事というものに3年以上向き合ってきて分かったのは、誰でも確実に痩せる食事とか、これだけ食べれば痩せる食材とか、そんな都合のいい魔法は存在しなくて、忙しい日々の限られた時間の中でどれだけ継続できるか、ダイエットの成功の秘訣はこれに尽きると思っています。毎日飽きずに継続するためにレシピをいくつか頭の中にストックしておく。定番レシピの味に飽きたら盛り付けを工夫して見た目を変えてみたり、盛り付けるお皿を変えるだけでも新鮮に見せることもできます。それでも飽きてしまったら新たな定番レシピを見つけるために本やネットで情報収集してみる。そうしているうちにダイエットと料理の知識がついて、キッチン用品が整い、ダイエットが日常に溶け込んで日々の当たり前の習慣になっていく。それが一番理想の形だと思っています。そうなるまでの過程で必要なレシピのアイディアだったり、ダイエットの知識やモチベーションを維持するためのポイントをシェアすることで、皆さんのダイエットのお手伝いをできればと思っています。今年も1年どうぞよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。